仲良しすぎるハイブ姉妹、ルセラフィム・ユンジンとニュージーンズハニ。2人が見に行ったのは日本のあの映画。TikTok チャレンジや2人のプリクラも必見です。ハイブ参加レーベルのルセラフィムとニュージーンズ。そのメンバーであるルセラのユンジンとニュジのハニは練習生時代から親交があり、プライベートでも一緒に遊びに行くほどの中で、2人で映画を見に行ったことが話題になっています。今回はそんなハイブ姉妹、ユンジンとハニの仲良しエピソードをご紹介。ルセラフィムとニュージーンズはどちらもハイブ参加のレーベルから2022年にデビュー。そんなハイブファミリーが初対面を果たしたのは2022年9月に行われた4世大学での学園祭、アカラカでのことでした。両グループは学園祭のバックステージで初めての挨拶。お互いのグループが挨拶し合うとみんなで駆け寄りましたが、その中でもユンジンとハニがハグをしている姿がとても印象的で、というのも実は2人は練習生時代を共に過ごした親友でありライバルでもあった中、楽しいことや辛いことも一緒に経験してきた2人が今こうして晴れ晴れしくデビューを飾ったことを考えながらこのハグを見ていると泣けてきます。ユンジンとハニの姿に SNS では、ユンジンとハニの抱擁を見てるこっちも幸せになる、ルセラとニュジちゃんのご挨拶場面、ユンジンとハニちゃんのハグなぜかとても泣ける。そんな練習生時代から仲がいいユンジンとハニは昨年12月14日にフィリピンで開催された AA2023 にルセラフィムとニュージーンズが出演した際、会場でハニを見つけたユンジンが手を振りながら駆け寄り、手を取り合っていました。学校で仲良い友達を見つけた時の陽キャ女子感。後ろでゆらゆら揺れて謎の動きをしている民事もツボです。部活でやるようなハニのウィーお疲れみたいな腕ポンが好き。ユンジンのアメリカの陽キャ女子感ほんまスコ。近寄り方が面白系 JK みたいで好き。ほんまにユンジンのおかげでルセラが仲良いグループ増えてる気がする。あえて嬉しいを一瞬で表現するために若干様子のおかしい美人みたいになってんのめっちゃ好き。ちなみにこの日、会場ではニュージーンズやゼロベースワンが座っていた席のテーブルが崩れたり、ルセラフィムの席ではメンバーが5人なのに対して椅子が4つしか用意されていないといったハプニングやミスが多発。しかしルセラフィムの隣のテーブルにいたストレイキッズのフィリックスが困っているルセラを見てすぐに余っている椅子を渡すという紳士ピリちゃんの姿が話題になりました。詳しくはこちらでご紹介しております。ユンジンとハニの交流はプライベートでも盛んなようで、ユンジンは昨年12月8日にリバースライブで行った生配信で、練習後にハニと映画館へ行ったことについて話しました。2人が見に行った映画は、昨年7月に公開され大きな話題を呼んだスタジオジブリの最新作、君たちはどう生きるか。作品の内容についてユンジンは、面白かったけどすごく難しかった。ですがハニと共に楽しく鑑賞できたようです。K-POP 第4世代を代表するルセラフィムとニュージーンズはスケジュールを合わせるだけでも大変なはず。そんな中練習後に一緒に映画館に行くなんてまるでカップルみたいですよね。日本のファンとしては2人がジブリの作品を見てくれたことも嬉しいです。ユンジンは日本のアニメオタクなことでも知られており、以前来日した際にはメンバーと別行動をしてまでも日本のジャンクショップに行ってアニメハイキューのガチャガチャをしていたのがとても可愛かったので、こちらもぜひチェックしてみてください。映画を鑑賞した後、ユンジンとハニはプリクラを撮りに行ったそうです。2人が撮ったのは陰線根っこという韓国発のプリクラで、名前の通り4枚の写真を撮影することができ、最近の日本のプリクラと比べると加工は少なめで自然な仕上がりになるのが特徴です。また加工が少ない分フォトブースにはカチューシャやサングラス、ヘアアクセサリーなどが用意されていて、2人は可愛い被り物をして撮影。にしても加工がなくても美しさを隠しきれないユンジンハニ姉妹。さすがすぎる。ユンジンとハニのプリクラとか需要しかないんだよ。ガチ姉妹すぎて可愛い。プリで盛らなくても通常でも漏れすぎなんよな。大学生ではっちゃけてるお姉ちゃんユンジンとちゃんと校則守ってる高校生ハニタンの休日デート。ユンジンとハニの陰線根っこ。嬉しいが過ぎる。ユンジンとハニの身長差を測って、その長さを1とした新しい単位を作りたい。やっぱ2人で話すときは英語かな。
ちなみにこの陰線根っこは日本でも原宿や渋谷で撮影することができるようです。実はユンジンとハニは今回だけでなく以前にも2人で映画を見に行ったことがあるようです。そのことが知れたのはハニがミンジと一緒に行ったライブ配信。その日2人が鑑賞したのは同じく昨年に公開された映画バービー。ハニは映画館のシートのことが印象に残ったといい、エッグボックスという卵のような丸型のソファーのような座席がとても気に入ったとのこと。ハニは卵の中にいるみたいなんです。本当に最高でした。これからはエッグボックスで見ようと思います。とても気に入った様子。座席についてミンジに、これ2人用なのと聞かれ、なんかカップルのためのものっぽいんだけど、と返したハニはその時の座り方を楽しそうに再現しました。こんなカップルが座ってたら尊すぎて映画に集中できなくなりそうです。ハニとユンジンの映画デートの話ひたすら聞いていたい。もっとニュージルセラの絡みください、お願いします。映画のチョイスに吹きました。ユンジン本当に日本のアニメーション好きなんだね。ミンジ嫉妬してるのかわえ。そろそろニュジちゃんとルセラちゃんの全員の絡みが見たいわ。そんな仲良しハイブ姉妹、ユンジンとハニの待望の TikTok チャレンジが公開。12月9日に開催された K-POP イベントミュージックバンクグローバルフェスティバル2023にルセラフィムとニュージーンズが出演し、その待ち時間で撮影した模様。2人が踊ったのは今世界中で大人気のシンガーソングライターオリビア・ロドリゴの Get Him Back。歌詞の内容に合わせて2人で楽しそうにはしゃいでいる様子が可愛すぎるって。さらに萌えポイントだったのが、ユンジンの身長は172センチ、ハニは162センチで、2人が並んで立つと身長差が際立ってまるで本当の姉妹のように見えます。それにしても息がぴったりで、この短い動画だけでも普段からとても仲が良いのが伝わってきます。ハイブ姉妹の TikTok チャレンジに SNS では、ニュージーンズとルセラフィムのコラボ待ってた。姉妹にしか見えん。ユンジンの隣にいるとハニちゃん赤ちゃんすぎるかわいい。押しかける推しは神すぎ。最高を待ってたありがとう。もう何これ熱すぎ。ハニちゃんの妹感がたまらない。可愛すぎる。ルセラフィムユンジンとニュージーンズハニのエピソードいかがでしたでしょうか。どれも本当に普段から仲が良いことが伝わってきて尊すぎました。またルセラフィムとニュージーンズの絡みをもっと見たいというファンも多く、これからは他のメンバー同士の交流にもぜひ期待したいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。